落語、つなぎ予算、つながらない話。何やら暫定予算の編成だそうでございます。師匠、暫定予算ってそんなに大事なんですか？大事というよりみっともない。予算ってのは本来年度内に通すもんだ。ところが今年はどうにも怪しくなってきた。でも予算には衆議院の優越があるんでしょう。ある。参議院がもたもたしても衆議院で通した予算は30日経てばそっちが勝つ。制度の上では最後は衆議院が強い。じゃあほっとけばいいじゃないですか。そこだ。そこが今回の妙なところだ。衆議院ではもう3月13日に通ってる。参議院の審議入りは16日。ほっといても4月11日に成立する。年度末までせいぜい2週間ほどの話だ。たったそれだけですか？そうだ。そのくらいなら安に返上で詰めたらいいだろう。予算は1年のスタートに必要って誰でもわかってる。月末に間に合わねえからちょっと仮の財布を作りますってのはだいぶ間抜けだ。それが暫定予算ですか。そうだ。つなぎ予算だ。本予算ができるまで最低限の支払いだけできるようにする。つまり国の家計簿の仮払いのための手続きだ。じゃあやっぱりいるんじゃないですか。制度としてはいる。4月1日に予算の空白を作れないからな。そこは保険として意味がある。だがな、保険を使う羽目になること自体が政治としては情けねえ。野党が時間をかけてるんですか？そう見える。だが与党も衆議院では59時間で通してる。急いだツケを参議院で払わされるとも言える。じゃあ師匠、暫定予算は無駄なんですか？制度は無駄じゃねえ。無駄なのはそこまで持ち込む国会運営だ。本気なら働いて年度内成立って願いてえもんだ。なるほど。本予算を通すための暫定予算。つなぎ出るのは財政で、つながってないのは政治家の勤務日ってわけだ。お後がよろしいようで。ここから師匠のニュース解説です。今回の話を整理する上で、まず前提になるのが予算における衆議院の優越です。参議院の公式説明では、参議院が衆議院の議決した予算を受け取った後、30日以内に議決しないと、衆議院の議決がそのまま国会の議決になるとされています。つまり、参議院が結論を先送りしても、最終的には衆議院で通った予算が生きる仕組みです。その上で、今回のスケジュールを見ると違和感が出ます。報道では、新年度予算案は3月13日に衆議院を通過し、3月16日から参議院で実質審議入りしています。しかも衆議院での審議時間は59時間と異例の短さでした。だからこそ野党は参院で充実審議をと言い、他方で政府は3月23日に暫定予算案を編成する方向で検討に入ったと報じられています。つまり残り2週間前後の審議時間のためにつなぎ予算まで視野に入る状態になっているわけです。暫定予算そのものは制度としては意味があります。参議院の資料によれば、暫定予算は財政法30条に基づく制度で、本予算が成立するまでの間、必要な支出ができるようにするためのつなぎ予算です。本予算が成立すれば、暫定予算は本予算に吸収されて執行します。したがって4月1日から本予算成立日までの空白を防ぐ保険としては合理性があります。ただし暫定予算は便利な制度ではあっても、本予算の代用品ではありません。参議院資料でも、暫定予算は当面の国政運営を阻害しない程度の必要最低限度のものにとどめるべきで、新規事項や本来本予算で議論すべき重要政策経費を避けるのが適当とされています。過去の国会論議でも、暫定予算では本格的な予算執行ができず、経済への悪影響があり得ることが指摘されてきました。つまり暫定予算はあくまでスペアタイヤです。
快適に走るためのタイヤではありません。ですから今回の評価は2段階で見るべきです。制度としての暫定予算は無駄ではない。しかしその制度を使うところまで持ち込む国会運営はかなり無駄に見える。特に今回は政府がなお年度内成立を目指すと言いながら、同時に暫定予算の準備も始めている。これは保険としては合理的でも、政治としてはかなり筋の悪い姿に見えます。要点まとめ、今回のポイントは3つです。第一に予算には衆議院の優越があり、参議院が30日以内に議決しなければ、衆議院の議決がそのまま国会の議決になる。第2に、暫定予算は本予算成立までの空白を埋めるための法技術として意味がある。第3に、それでも14日程度の審議のために暫定予算へ持ち込むのは、制度の問題というより国会運営の問題としてみっともない。つまり暫定予算そのものは無駄ではない。無駄に見えるのはそこまで持ち込む政治の方だ。出典、参議院、衆議院の優越、参議院暫定予算、TBS ニュースリグ、政府暫定予算案を編成する方向で検討。新年度予算案が衆議院で可決。審議時間は59時間。高評価、チャンネル登録、LINE での拡散お待ちしております。どうぞよろしくお願いします。